はい、こんばんは。ビライフのマリコです。今日は10分でできる夜のヨガストレッチを行っていきます。一日の疲れを解消し、そして全身の歪みを整えたい方にとてもおすすめです。冷えやむくみも改善され、ぐっすり眠れるかと思いますので、ぜひ一緒に行ってみてください。はい、それでは最初は合脊前屈のポーズです。足裏を合わせて上体を前に倒していきましょう。股関節周りがきつい方は足のつく位置を自分より少し遠ざけたところに置いて調整します。息を吐きながら余分な力を抜いてゆったりとした呼吸を続けていきましょう。さあ、じわじわと股関節周りが柔らかく広がっていきます。上体を起こしたら左の足を横に伸ばしてスタンバイします。そして右手を持ち上げ、吐きながら真横へ傾けていきましょう。扇のポーズです。背骨は長いまま上体を真横へと傾け、右側体側に大きな伸びを感じます。さあ、吸う呼吸で意識的に右の肺をぶわっと広がらせて吐いてリラックスです。頭きつい方は上の肘を折り曲げ、頭を抱えてサポートしていきましょう。呼吸機能が高められ、呼吸も入りやすくなっていきます。続いては体ごと右側へと向けてスタンバイしましょう。スリーピングスワ。上体を前に倒します。後ろの足は長く伸ばせる方は伸ばして、きつい方は後ろの膝を横へと折り曲げて、できる範囲で行っていきましょう。さあ、前のお尻に伸びを感じていきます。どんどん余分な緊張感やこわばりも吐く呼吸とともに手放していきましょう。骨盤の歪み調整にも非常に効果的です。さあ、後ろの足をぐるっと前に回して膝を立てて座らせます。両手を後ろについて、さあ、胸を開きながら両肘を折り曲げていきます。胸の前側と肩の前側にゆったり伸びを感じていきましょう。疲れたら少し肘を伸ばして、もう一度両肘を折り曲げて、さあ、日中縮まりやすい胸の前側、肩の前側を広げやすくしていきます。猫背の解消に非常に効果的です。首の長さを保ったまま、はい、続いては両足をまっすぐ伸ばし、上体を前に倒していきましょう。息を吐きながらゆったりと上体を前に傾けてリラックスしていきます。さあ、膝の裏側やももの裏側、腰背面と体の裏側全体に伸びを感じていきましょ
きつい方は軽く膝を折り曲げて、太ももの前側とお腹とを近づけるイメージでリラックスしていきます。全身の疲労回復にとても効果的です。はい、続いては上体を起こして正面に戻ったら、今度右の足を横へと伸ばし、左の足近づけます。左の手を上から吐きながら横へと傾けていきましょう。さあ、左側体側に大きな伸びを感じていきます。さあ、リラックスした呼吸とともに、首周りきつい方は肘を折り曲げて頭を下から支えサポートします。それでは骨盤状態ごと、左側へと向いてスタンバイしていきましょう。スリーピングスワンです。後ろの足伸ばせる方は伸ばして、きつい方は後ろの膝を横に折り曲げたまま上体を前へと倒していきます。さあ、股関節周りやお尻周り、後ろの足の力もリラックスして、前のお尻がじわーっと伸ばされてればそこで大丈夫です。骨盤の歪み調整のほか、腰回りの疲労も回復させるのに効果的です。はい、では上体を起こしたら後ろ足をぐるっと前に回してゆっくり仰向けになりましょう。両膝を右側へと傾けます。右の手は足を上から押さえ、左の腕は自由なところに、背骨を楽にねじっていきましょう。上の足は伸ばしたければ伸ばして、心地よいところへと移動させて構いません。首は左側へと向けて、首や肩もリラックスしていきましょう。目を閉じながらでも構いません。全身の力を緩めていきます。はい、それでは反対側行きましょう。両膝を左側へと傾けて、右の手の位置は好きなところへ、上の足も自由なところへと伸ばしたければ伸ばしてください。さあ、目を閉じながらでもいいので、今のご自身の体の感覚に意識を向けて、吐く呼吸で余分な力を緩めて抜いていきます。さあ、背骨もリラックスさせ、自律神経の調子を整えていきましょう。はい、では背中まっすぐ中心に戻します。最後はハッピーベイビーのポーズ。足裏を天井に向け、両手小指側から掴んでいきましょう。お尻が浮いてきやすいので、お尻を下に下ろし下げようとしながら、股関節周りの柔軟性も高めていきます。足裏つかめない方は両手を
くらはぎの横側掴んでもらっても構いません。さあ目を閉じながらでもいいです。骨盤、背中、頭と楽に大地へと委ねてリラックスします。はい、ではゆっくりと足を伸ばして最後一呼吸しましょう。吸って両手上、ぐっと気持ちよく伸びて、吐きながら腕を広げて下ろして終わりにします。はい、お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。全身まんべんなくストレッチすることで一日の疲れも和らいだかと思います。今日もぐっすりお休みください。お疲れ様でした。